もうさ、うちら3年目じゃん、一緒にいて、でさ、最初の頃にさ約束したことがあんのよ。覚えてる？やって1ヶ月の時に約束したこと、旅行行こうね。確かに。でももう一個あって、はるかより先に死なないことを約束したのね。でもなんかその時はさ、適当？適当？オッケーオッケーみたいな感じ。クソだなみたいな感じなんだけど、まあそれじゃダメだ。それに純粋な心はつかまれたそれに流されたわ。流された？そっか、オッケーオッケー。まあ遊んでよ。まあその時のことはいいんだけど、まあ、健康を意識するようになったわけ、今年。じゃあさ、こう何を意識したのかってちゃんと自分の中で振り返ったわけよ。そうなんか自分だけじゃなくてさ、はるかも一緒にやってるわけじゃん。2人とも健康で長く生きれるようにまあ健康もそうだし、なんか生活の質とか QOL とか上げようとしてるよね。とか、なんか心を整える、整うようなヒュッケな生活、それをさ、結構今年意識したと思うの、2人ともね。で実際何やったかなっていうのを考えたら、シェアしたいな、これすごいいいからっていうのがねあったから、それを紹介しようと思ってこの動画を撮ってます。はい、まずね、1はるかがね、一番気をつけてることはライト。話すと奥が深いんだけどそう長くなる長くなるんだけど、とにかく太陽が出てる時には太陽の光があるけど、出てない時には人間はライトを作ってしまって明るくしてしまったじゃん。なんかそれが体に、まあ害があるから、夜はなんか最小限のライトで生きている。なんかお風呂入る時もキャンドルだし、本読む時もなんか超ちっちゃい電気だし、ご飯食べる時も柔らかい光だし、でスマホの明かりとかも24時間ナイトシフトにしてる、セーラーのもした変えた。なんかね、眼性疲労がすごくて、ずっとパソコン見てるから、うちらって、仕事でね。そうだから目がすごい疲れるから、まあ、ブルーライトカットメガネもかけるけど、それ以外にできることとして日常的なライトを減らした。そうだね。これね、結構睡眠にも関わってくるみたいで。知ってる。知ってるよね。もちろん。みんなに話してる。その夜結構強い明かりでさ生活しちゃうとさ、寝つきがね悪くなるんだよね、ライトによってっていうのもあるし、寝てからの睡眠の質にも関わるんだって、ライトは。まあ深いんだよ。そう、深いんだよ。僕話せば深いからさとにかくうちらは寝る3時間前とか、スマホはなんか一切見ないし、朝も見ないし、朝でも見るよ。ニュースは見るよ、あと Q の動きとか。で次は、デジタルな機器がさ増えてきてさ、脳を攻撃してしまうようなのね、どうやら。こちらも深い話なんだけど、だからスマホの通知は全部オフにした。なんかね、スマホってさ、やっぱいつでもなんか何でもできるからさ、便利なんだけどその便利だからなんかつい手が空くとさ見ちゃうみたいな感じじゃない？結構みんな。でそれがこうずーっと脳を休めていない状態になっちゃって、だんだんこう疲れが溜まってきちゃう。なんかうちらはさ、結構2人でいるようになってから、なんか喋ることの方が多いからスマホに手がいかないじゃん。まあ一人暮らししてる時はそうだなと思った。暇じゃん。まあね。でもスマホの世界じゃなくって違う楽しみがあるから、てかなんか最近存在忘れてる。気づいたら電池切れてない？電池切れてる。気づいたら充電すんのも忘れて、大体セーラーにしてもらう。次はあとね、コンビニのお弁当、これはもう一切やめた。なんでかっていうと、やっぱり添加物がねすごい、最近ラベルを見るんだけどすごいんだよね、やっぱり添加物が。だからさ、もうやめたんだけど、でもね、前はねもうコンビニ大好きだったの。急にパッと思いついたんだけどさ、前の家の近くにあった海鮮丼屋さん、めっちゃ恋しい。食べたい、あの海鮮丼。美味しかったよね、あそこね。食べたい。あとプラスチックペットボトルとか、プラスチック製の容器とか、タッパーはねガラスに切り替え中だね。
とリビングで仕事をしないっていうこと。なんかね、人ってね、リラックス、ここにいればリラックスできるっていう空間が必要なんだって。だからリビング、くつろげるような場所で、リビングもそうだしベッドルームもそうなんだけど、くつろげる場所で仕事をしちゃったりとか、なんかそういう疲れるようなことをすると休まらなくなって、だからもう仕事は仕事部屋でしかしない。寝室にスマホ持ってってないの？持ってってないね。で次はそうお買い物行く時にセイラがなんかすごい体に悪そうなものをカゴに入れる時にやめさせるように努力してる。まだ逆の時できないんだよね。はるかがさ、お菓子コーナーでさ立ち止まって見てんのよ、お菓子をそんでさ、なんかニコニコしながらさ、ちょっとさ隠しながら持ってくんの、お菓子を。でさ、これ食べたい、ダメだよねみたいな感じで言ってくるからさ、いいよって言っちゃうの。まだね、そこはね負けてんだね。逆パターンできてない。はるかがセイラがなんか見ちゃうから見せるとこに行かせない作戦ちょっとお菓子コーナーとか見るとこうやってやってくるもんねあとね、柔軟剤をやめたのよ、うちって。知ってるよね。匂いなくなったんです急に当たりとそう半年前ぐらいに柔軟剤をやめて、で洗剤をね、こう純石鹸からできるものに変えたの。でそしたらさ、はるかほら肌弱くてさ、よくなんか痒くなっちゃうじゃん、それ減ったよね。減ったと思う。なんかいつも寝る前痒かったもん。そう、減ったと思う。なんか洗剤だけの効果じゃないかもしれないけど、なんか最近毎日野菜食べてるとかね、そういうのもあるかもしれないけど、でも減ってると思う。結構効果あったと思う。いい調子だね。いい調子。そうあとね、どこ見てんの？そっちだ。こっちかさっきからあっち見てると思ったよ見てないよ。あとね、これ柔軟剤とさちょっと似てるんだけど、入浴剤ね、香料と着色料が入ってないものに切り替えたの。柔軟剤買ったことなくない？入浴剤。気球すごい好きだった。シュワシュワってなる感じがすごい好きだったの。肩こりに効くとかもさ書いてあるしさ。なんかバスボムやったラッシュ。すごい好きだったんだけど、入浴剤に入ってるね着色料とかって良くないわけよ、体に。それがお風呂入ってる時ってより一層ね、こう体に入りやすくなっちゃうの。体のバリアがさ弱まってる状態だから、お風呂入ってる時って。そうだからね、やめたの。だから今は香料とか着色料が入ってないもの、そのぐらいかな、今思いつくの。そういう感じよね。そんな感じでね、今年やめたものはね、結構あったんだけど、来年もいろいろね計画してるから、またその時はシェアします。それじゃあねー、バイバイ。